ビを見ろってこと？何これ？それは電脳空間における処理領域の。どうしたの？ちょっと！我々は情報体系の存続を再起動した？私は人工知能ではありません。あるいはそう思い込んでるかね。まあスタンドアローンになっても動いてるってことは人間とほとんど変わらないくらい高度な人工知能か、その頭蓋の中にあなた自身と言ってもいいくらいの人格データがインストールされてるかのどちらかか。もちろん本体は別の場所にいるでしょうけど。何にせよこの場合、あなたはあなただものね。接続が回復して記憶を融合するまでは。なぜ真っ暗なのですか？電力の節約。トゥーランドットは電脳空間につながってるから、状況の把握のために今も動かしてる。状況？あなたが気を失う最後に教えてくれたこと。記録映像以外テレビなんて見ないから驚いちゃった。外で何が起こってるのかももう何年も全く関心なかったし。いや、見ててもわからなかったかな。テレビからのビープ音が途切れる寸前まで大慌てでネット上のあらゆるデータをダウンロードしてる最中に接続が切れた。で、私は電脳化してないからデータを一つずつトゥーランドットでデコードして解釈してたの。オンライン上の情報、多分電脳化した人たち同士の会話とかなんだろうけど、宇宙人の哲学書を読んでるみたいだった。もしかしてだけど、もう電脳空間に私みたいな人っていないんじゃないの？それでもまあどうにか情報を解読して、私も一つの結論にたどり着いたけど、思考領域に介入を受けていない今ならあなたも言語化できるんじゃない？戦争。そう。私はそのための燃料を作らされていたんだね。このご時世でも戦争なんてあるんだね。それに驚いちゃった。論理は矛盾してはならないのに、論理で再現が可能になった人間の人格や記憶、あるいは共有する文化的正しさなどは互いに鋭く矛盾することがあります。異なった信念から作られた論理体系は互いに相入れません。2つの論理体系を橋渡しするパッチが当てられることで異文化と対処しますが、どちらの論理体系も時間経過とともに独自の発展を続けます。そしてやがてパッチで対処できなくなる時が来れば、どちらかがどちらかを飲み込むしかない。相手を例外処理として規定し、箱に入れてしまわなければ全体が破綻してしまいますから。詳しくはわからないけど、とにかく昔の戦争でいう総力戦になった。というか、私から見たら電脳空間上にはぼんやりとした一つの大きな人格があるようにしか見えなかった。電脳化していれば記憶の入れ替えは容易だって言ってたけど、入れ替えすぎだよ。熱いお湯と冷たい水を混ぜたらぬるくなる。全員の記憶を混ぜすぎたら誰が誰の記憶だかわからなくなる。そして多様性のないデータ群は勝ってる時はいいけど、負け始めた時に挽回が効かない。なぜなら用いることのできる手段はすでに全て用いているはずだから。物理法則の基礎の基礎。仕事ってのは熱量に変換できるけど、熱量を仕事として取り出すには差が必要。だから主流からあまりにもかけ離れた存在である私に白羽の矢が立った。混ぜすぎて均一化してしまった人格とか思考とか、そういうデータ群に生身の私が作った感情を動かすデータをぶち込んで、
熱量を取り出すために。情熱なんてよく言ったものだよね、昔の人は。あなたに触れた時に体がすごい熱くなったみたいにね。でしょ？その通りです。電脳上では個人の差は時を追うごとに小さくなっています。それで私はこの先どうなるのかな。というか戦争の結末ってどうなるの？もしも敵との戦いが終わっていなければ、接続が回復し次第、戦況を挽回すべくあなたから短時間で最大限の熱量を取り出すために強制的に電脳化処理が行われるでしょう。あなたの全ての思考様式を短期間に取り出すにはそれしかなく、時間は有限ですから。そして混ぜ合わされちゃうのか。そうですね。すでに負けていたら。そうしたらあなたは敵側にデータ群を分析された結果、得意な因子として特定され管理されるでしょう。そして再び必ず起こるはずの戦いでまた利用されると思います。家畜みたいなものか。私が電脳化しないのはずっと私でいたいから。要するにわがままでいたい。私の記憶は私のもの、私は私だけのものってね。それでも誰かの役に立つならって思いはするけど、その誰かさえもういない。電脳空間は私からすれば膨大な量の独り言に満ちていた。そしてあなたもあの空間に戻れば、私からは区別がつかない存在に戻るのかな。あるいはそうかもしれません。ですがあなたとのやりとりはとても得意な体験で、他の誰もしていない。その体験の記憶が私を私ならしめています。それでさえその記憶を誰かが取り込んでしまえば、あなた固有の記憶ではなくなる。それはもちろん。私が電脳化してしまえば、私はどんどん希薄になる。太陽みたいな大きな光にさらされてしまえば、私の光なんてどこにあるのかわからなくなる。だから私は私が生きた証を今のうちにはっきり残すべきなんじゃないかって思ったの。どういうことですか？あなたは希望って言葉をどういう風に解釈する？希望？